やっほー、トレジャーじいさんだぞ。詩人でダンサーだよ。赤ちゃんの頃はこんなに言葉を喋れなくってブババブババとかずっと言っておりました。みんなもそうだよね。本日のトレジャーは昨日に引き続きイケメイケ顔イケマコトイケ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 メイケ顔イケマコトイケメイケ顔イケマコトイケメイケ顔イケマコトイケ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 マコト。これは何じゃマコト。これはね、とりあえずマコトって呼んでおくわ。日本語で。英語で言うとポジティブワードよ。なんかこっちの方が命にとってはリアリティがあるっていう言葉ね。どうせさ何やったって俺なんてさって、これ命にとってはそういうふうに思ってもらいたくないの。命はもっと生き生き楽しくしみじみ喜びたがっているんだから。命は心地よい思い込みを持っててもらいたいの、ここに。だからねイケマコトポジティブワード。どうせ俺なんかさ何やったってさとかの代わりに、いやそれ考えるとなんとなく気持ちがワクワクするってことは、それを思い描いてワクワクしてるってことは、それやっちゃったらもっとワクワクできるってことだ。やっちゃおう。そういう方向に向かっていった方が命としてはね嬉しいわけね。心地よい方に向かって育っていけるから。だからポジティブワードを声に出して、その声もまた俺やろうと思えば何でもできる、やろうと思えば何でもできるとか、こういうしれーっとした言い方ではなくて、やればできる、俺やればできるからね、きっとできるというかすでにしてる感じでイメージもしちゃってるし、声お腹にね力を集めて思いっきり声って声で言ってみるとさらに盛り上がります。例えばこんな感じ。みんなありがとうを思いっきりイケイケの声、お腹に力を集めて言ってみます。これが命がバージョンアップする声。痛い時、痛みから逃れようとしている時、命が痛みを抑えて脳内物質分泌させてなるべく早く痛みから卒業しようとしている時の声っていうのはやっぱり同じなんだよ。捻挫すぐに消えるし、命の力最強、俺回復力最強って声になりますよね。池越え、お腹に力を集めて命の底から出る声、底力の声っていうのは意外とこういう声ではなくてこっちの方の声かもしれない。なんかこの歌舞伎とかやっている感じだ。そうですね、お正月歌舞伎ね見に行くとね、思いっきり決めのところで許すわけにはまいらぬってあれイケメンイケ顔やってたんですよ。でも思いっきり命がもう人前で演技をしてさらっと演技をしてとかも捨ててってやると、みんながおいトレジャーじいさんって言って歓声が来るわけなんですよね。命がだって極まって盛り上がってんだもん。そういう瞬間ね、日本でも役者の人とかやってたんだよね。命が極まった瞬間はって声になるでしょ。世界中で命をイケイケにするとき、この声ってのは基本なのね。この声をね、これに音程つけると世界中のボイスのこういう声っていうのはやっぱりね、世界中のボーカルの基本になってるの。イケイケの声で、そこにさらにみんなありがとうイエイ、みんな助け合ってる素晴らしい、みんなの力でありがとうイエイ、こうやってめでたい言葉を乗せていくとさらに命は盛り上がる。池誠、なんとなくつかめたかにゃ。出してみよう。今この場で出してみよう。出せる方、出せる環境にいる方は今このイケメンイケ顔でイケ顔を出してみよう。まずイケメンになって、そう口を大きく開いて、思いっきり開いて、心地よい方に伸びをしながらふーっとお腹に重いものを持ち上げる時のあの声ね、
重いものを持ち上げようとして持ち上がらないギリギリの、持ち上がるかな、って声、あれお腹に力入ってんだよね。ここ押してみると分かります。ここ力が集まってる。命がバージョンアップしてる最中だ。命がバージョンアップしてる最中。素晴らしいですよ。試してみてください。どうぞ。見てないからね、そちらはこちらが見えてもこちらはそちら見えてないから大丈夫です。目を閉じて目玉を上に向けて大きく口を開いて伸びをしながら、その声でちょっとポジティブなこと言ってみよう。みんなありがとう。日ごと晴れやかになっている。こんなに晴れやかありがとう。ねえ、どうですか。イケメン、イケ顔、イケマコト。これが伸びをする時のコツ。誰でもすぐにできるようになってる。小さい頃もあって知ってたもん。小さい頃みんな覚えがあるんだ。誰に教わったわけでもない天然自然の命でね、誰でも伸びをしていたんだよ。赤ちゃんの時伸びしてたんだよ。直立歩行もできなかった、もちろん文字も読めなかった、書けなかった、その頃からみんな伸びはしてたんだよ。命、天然自然の命はみんな伸びをしたいんだ。動物だもん、リア充だもん、リアルな獣で生きてんだもんね。伸び、わしの娘が言ってました。さあターちゃんさ、タナソエル姫って言うんです、わしの娘ね。ターちゃんさ、生まれる前って何してたのって聞いたら、ママのお腹の中で踊ってたって言ったの。覚えてたんだって。確かに踊ってたの。伸びしてね、小さい赤ちゃんね、お腹の中で伸びしてね、で足蹴ったりあちこち伸ばすの。その度にお母さん、踊ってるって言ってたんだよね。その頃のことを覚えてたみたい。今もね、このわしらが住んでいる集落で朝のチャイムが鳴る、夕方チャイムが鳴る、暗くなる頃にチャイムが鳴る。そう、チャイムの間は家族みんなでって伸びをして、それはただ伸びをするだけじゃない、伸びをしながら踊るっていう習慣がありまして、ね、これもだんだん評判になってきて、チャイムの音がしてるといつも飯田さんとこじゃ、ね、野良仕事をちょっと手休めて踊ってるねって評判になってます。そうするとやっぱりね、3歳のうちの娘も、そして1歳の娘も一緒にって気持ちよさそうに踊っているね。いつ頃からこのイケメンイケ顔をしなくなるかというとね、したくないことを何かのために頑張ってしなさいってしつけが始まってからなんだよね。だんだん、そして学校で静かにしなさいね。手挙げて伸びなんかすると、質問ですか、トレジャー君質問、先生に言われたりね。それからとかやってると、トレジャー君何してんの、今授業中だからね、静かにしなさいねって言われるんだよね。いいじゃん、伸びしたらね。学校でも職場でも伸びできるね。そうやって学力も生産性も伸ばしていった方がいいんじゃないね。だから今日ね、わしがお話ししたイケメンイケ顔イケマコトっていうのも、本来はね、みんな天然自然でやってるの。みんな伸びするとき意識はせずイケメンになってイケ顔になってって朝よろしくね、毎朝よろしくね、みんなやってるの。すでにやっていたの。朝見てたらみんな子供伸びするもん。朝起きた時、朝起きてってあくびしてるでしょ。あくび、あれ伸びだよ。イケメンになって、イケメンでイケ顔になってとかイケ顔でイケ声、首緩んだ、気持ちいい。みんなと気持ちよくいこうね。ポジティブワードを加えながら、あくびっていいんだよ。あくびってね、あくび1回で命に対して金メダル1個。これね、オリンピックで金メダルをもらうより命にとっては効き目があるかもしれないね。一生続けられる。一生命に金メダル1個あげられる。伸びをすれば。今伸びしてみよう。伸びしたらあくびが出てきたりするの。わしのばあちゃんも言ってたよ。あくびせえすりゃ大丈夫だでなって。あくびが出りゃ緩んだつこんだで、それで大丈夫だわいって。風邪ひいた時とかね。だいたい風邪ひいてる時とか、体がちょっと不調になってる時ってこわばっていてあくびが出ないだわよね。なのであくびが出せすりゃ、これで風邪抜けたなってわしは思う。今風邪ひいたら15分ぐらいであくびしまくってすぐ抜いてる。そういう感じです。今は
風も15秒で抜けるようになったらいいな。15時間かかってたのが15分まで短縮できて、今は3分ぐらいで風抜けるようになったから、思いっきり伸びして15秒ぐらいで抜いちゃえるようになっていくんじゃないかなと思ってます。これからね。コツはイケメイケ顔イケマこと、人から教えられなくだって天然自然でやってたこと。最後にちょっとだけこれ鍼灸師さんから話してもらったことを今ね少しだけ、連邦ゲームでお話ししますと、彼がねこういうこと言ってたの。みんなね、ただトレジャーさんの言うようにこう伸びしてね、わあ伸び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 してたら、実はね命全部でこうやってこっちを伸ばしていいところ心地よい方に体中で伸びをしてたら、実は鍼灸師の仕事なんてねえって。それをみんなね伸びの仕方を忘れちまっただけだっつうこと。伸びの仕方忘れちまって朝伸びしねえまま一日を始める。仕事しながらパソコンいじりながら伸びをしねえ、伸びをできねえ、伸びの仕方さえ分かんなくなっちまった。だねトレジャーさん、俺たちはね気張り方分かんなくなっちまった週のうんこをほじくり出してやってるんだって、そう言われただよ。整体師さんとか鍼灸師さんがしてることってのはね、もう一度言うと、うんこを気張って出す。お正月からこんな話題でちょっとソフィスティケイトとされた話題ですいません。うんこを気張って出せなくなった、うんこの気張り方忘れた人たちのふん詰まりをね、あちこちのこりしこりをつっかえを自分たちはねちょっと臭い思いしながら、サービス業だからそういう専門職だから代わりに詰まってるところを抜いてあげてんだって。もし本人たちが気張り方、気張りゃつっかえ、こりしこり気詰まりつっかえは気張りゃ伸びすりゃイケメンイケ顔イケマことで伸びすりゃどんどん出てくだね。みんながこの伸びして気詰まり抜けるようになったら、鍼灸師さんの仕事はもうねえだって言ってた。そうだな、自分で気張って出す方がいいな。こりしこり人からほじくり出してもらったりするよりは、自分で出せるもんなら自分で出した方がいい。でもともと人はな、原始時代っつうだか縄文時代っつうだか神よっつうだか、昔々はお医者さんなんていなんだしね。みんな心地よい方にこう歌いながら、みんなありがとう、日ごと幸せになっている、日ごと晴れやかになっている。まあそんな歌を歌ってたかどうかは知らねえけど、みんなな伸び、全身で伸びをして、つまり踊ってただ、心地よい方に踊ってただ。イケメイケ顔イケマことで心地よい方に向かって踊ると振り付けがいらねえ、ね、踊りの原点にして最新形態です。甘い昔のおいしいね、踊りになっちゃうだ。もちろんこういう力んだ踊りだけじゃね、心地いい方に、心地いい方にここ持ってくると心地よい、少しずつな命が動いてくるので、この心地よいノリに気持ちいい、気持ちいい伸び踊りになってくだよ、だんだんね。これからだんだん踊りになってくでね、このトレジャーさんチャンネルも。ここまでは説明が多かった。これからはもっと踊りながらお話をしちゃう可能性高いね。それはなぜか知ってるから。もうここまでのチャンネルのね、わしの話したことを聞いてくれてる人たちはすでに知ってるんでしょ、もうね。あれはそういう変なちょっとイカれた人っていうんじゃなくて、心地よい方に動いてるだけだってことね、もう知ってるよね。そしたら心地よい方に動きながら話をしてる人がどっかにいてもいいよね。ついでにそこにリズムがついてたり、そこに節がついていたりしてもいいよね。そういう配信がこれから始まっていくかもしれないよ。よろしくね。イケメイケ顔イケマこと伸び気持ちいい仕事、みんなで晴れやかになっていく。
伸び続けてたっけ踊りになんですかね。そうずーっと心地よい方に心地よい方にだけ動いてるって、これがまあ踊りだよな、もともとな。ほんで踊りってのはもともとはその人に見せつけがましい何かするっつうより、ただこう心地の良い方にだけ動き続けてる。こうしてると心地よい、こうしてると心地よい。子供見ててもそうだよね。動物の動きもそうだよね。ほんでまあ見てる人のその頭のかっこよさの定義みたいなもの、イメージにも、その被ってるっていうのがこっちの心地よさがな。こっちが心地よく踊ってて、しかも格好がついてりゃそれが一番だわな。